皆さんこんにちは、ゆめです。はい、今日はですね、私の衣装の作り方をお見せしたいと思います。作るといっても私お裁縫は全然得意ではないので、私のコーディネートの仕方をご紹介したいと思います。よくね、本当にコメントをたくさんいただくんですよ。この衣装どうしてるんですか、自分で作ってるんですかとか、どうしてるの、本当に何着衣装持ってるのとか、衣装絶対大変でしょとかコメントを本当にたくさんいただくんですけど、もちろんたくさんというか買い集めてはいるんですが、多分皆さんが想像してるよりは全然持ってないです、衣装で。私はどうにかこうにか少ない衣装の中で組み合わせてそれっぽく見せているので、今日はその何個かをご紹介できたらなと思っています。では参りましょう、どうぞ。はい、ひとまずですね、1着目なんですが、最近プチバズりしました、本田美奈子さんの1986年のマリリンの衣装をご紹介したいと思います。ベーシック、ベースはこんな感じの黒いスカートと黒いミニスカートと、この本田美奈子さんどうなってるかわかんないんですけど、黒い何かを着て下に着ていて、ここに、衣装を追加してそれっぽく見せていくんですが、じゃん、まずはじめにこのキラキラのジャケットを立ちました。これは本当にパフォーマンス動画を見てもらったら分かるんですけど、パフォーマンスでよく着てる白いジャケットです。これにはい、これに白いタイツを履いたんですが、これも黒い白いタイツと思いきや靴下なんですよね。これニーハイソックスをもう本当に限界まで伸ばして履くことによってタイツっぽく見せています。これでもうね、なんていうんですか、バブリーな感じがすごく出たんじゃないでしょうか。はい、これに次はこれ出しました。これをこのねカチューシャ、このいろんなところでつけてるカチューシャ、これにあとは細かいアクセサリーと靴を履いていきたいと思います。はい、できました。どうでしょうか。ちょっと部屋が狭くて全身なかなか映らないんですが、ショートブーツ、黒いショートブーツを履いて、カチューシャもしてますか。でこれも別の衣装でついてきたアクセサリーなんですけど、手袋、これをつけるとかなり本田美奈子さんっぽいと思うんですけど、あとその時代、あれぐらいの時代ってすごい大きめのアクセサリー、ジャラジャラしたアクセサリーが多いんですけど、私ねあんまりアクセサリーをつけないので持ってないんですけど、持ってる中で一番というか大きめのイヤリングをつけてみました。であとこれもですね、これ結構重要で、なんでかって振りがね、こういうちょっとセクシーな振りじゃないですか。で多分これがすごい重要なんですよね。この腰の踊りなので、これがあることによってこの腰の動きが見えやすくなる。だからこれは絶対外したくなくて、これもでも買ったわけじゃなくて他の衣装のアクセサリーついてきたんですよね。別の黒いジャケットを持ってるんですけど、ギラギラのそれの多分付属品についてきたものを取り外しできるので、それをこのちょうどベルトの穴につけて、そうって感じではい、どうでしょうか。めちゃくちゃそれっぽくないですか。かなり再現度は高くなってるんじゃないかと思います。ということで全部そうだから、これに合わせて、この曲に合わせて一個一個買ったわけじゃなくて、全部もう元から持ってるものでできそうな衣装をやってみています。どうでしょうか続きまして、浅香唯ちゃんのシーガールの衣装を解説していきたいと思います。先ほどと同じこの白のタイツ、タイツに見せかけたニーハイソックスなんですけど、このニーハイソックスはこのまま履いて残して、でこれに足していきます。じゃん。はい、これに長袖のトップスを着ましたなんですが、これね友達にもらった古着なんですけど、これシースルーのね長袖なんですけど、ゆいちゃんの衣装は片方だけ長袖で片方はノースリーブなので、片方だけ着ます。で、胴もね、胴体もちょっと着てるんですけど、こっちは袖を通しません。それ
れにワンピースを着ていきます。着れました。こんな感じでいい感じになりましたでしょうか。ちょっとね片方を袖を通してないのでそのモゾモゾ感というか余った布がこの辺にモゾモゾしてるんですけど、まあ踊ってれば気にならないということで、はい、これに小物を足していきたいと思います。できました。どうでしょうか。大きなリボンと高いポニーテール、そして大きなイヤリングをつけて完成で、ハイヒールを履きました。大好きな人、下にもねスカートを重ね履きしました。でふわっと感を出して完璧じゃないですか。もうテンション上がりますね、やっぱりはい、こんな感じで浅香ゆうちゃんのシーガールの衣装が完成しました。次は何の衣装かな。はい、次はですね、ちょっとなんかセクシーになっちゃってるんですけど、ショートパンツとキラキラのショートパンツと網タイツはもう先に履かせていただきまして、でここにお腹を隠すためのというかよくいろんなところで着ているシースルーのこの長袖なんですけど、この今回のキャンディーズの優しい悪魔の衣装は袖がないのでお腹だけ布が必要なので、ちょっとお腹だけ胴体だけ着て袖は通さないで着ています。こんな感じでちょっとまだちょっと直すから今はこんな感じなんですけど、これにこの赤いトップスもキャンディーズの暑中お見舞い申し上げますを踊りたてで買ったんですけど、暑中お見舞い申し上げますはホルターネックなので、この肩紐を切ってですね、私切って首の後ろでこういうホルターネックにしたんですけど、優しい悪魔はこういうキャミソールタイプだったので、切った肩紐をまたここに縫い直してでキャミソールにしています。はい、でこんな感じできまして、多分もうちょっとね赤い部分が少ないからこうやって折り込んで本人の衣装みたいにちょっと丈を短くしまして、赤い部分を短くして着ています。でこれにまた小物を足していきます。これ赤いネクタイなんですけど、ネクタイをですねここの赤いラインとして使うためにここに巻いています。普通にもう結んでるだけですね。ここで後ろでもう曲がり結びにして、このサビの部分だけ踊る分には後ろは振り向かないので、とりあえずこの目の前だけそれっぽく見えていればいいということで、これにですねこれもなんていうんですか、キャミなんですけど、これをね上に着てとかやってみたんだけどなかなか上手にできなくて、このボトムスの部分にこれをなんと縫い付けてですね縫ってたんですけど、今もう取っちゃったんですけど、縫ったらほらもうぽいでしょ、めっちゃぽくない？これがあるだけですごいぽくなるんですよ。でこれにこんな感じで手袋をつけて、今ね本人たちもさこの長い手袋つけてたから長い手袋探してたんだけど見つからなくて、なんかちょっと前友達に貸したんですよ。でそっからどこかにその友達に返してもらったのかもちょっと定かではなくて、ちょっとどこにあるか今わからないのでちょっと短いバージョンしかないんですけど、手袋とでこれは縫っていてこういう感じでもう完全にでしょ。本当はねこの紐も黒だったらよかったんだけど、でも十分じゃないですか。というわけで大好きな歌、これもね、だからあんまり妥協したくなくて、すごいね時間かかりました。この衣装は今ね説明するためにパッパねこれとこれ置きますとか言ってやってるんだけど、もうこのあるものでさコーディネートするの本当に大変で、これ縫うのもやっぱ時間かかったし、ここにつけるのもうついてないけどさ、
この組み合わせを考えるのも大変で、私赤い衣装を持ってるから、これ着たらどうかなとか、これを着たら合うかなとか、いろんなね組み合わせを変えてやったりとかして、でキャンディーズの優しい悪魔って違う衣装もあるから、そっちの方で長袖のねピンクのひらひらがついたやつがあったりとかするから、そっちでも再現しようかなとかやってみたんだけど、でも多分結果これが私が持ってる服でできる最大の似た衣装だったから、これでやりました。はい、ちょっとね今手で押さえてるだけなんだけどはい、というわけでこんな感じで仕上がりました。あともう一個いってみようかな。次の衣装は何でしょう。はい、次はですね、中森明菜さんのタトゥーを踊った時の衣装を再現していきたいと思います。ベースにまたこのね黒いのを着て、黒いスカートとあと網タイツはもう履きました。これに足していきます。はい、今ですねこの赤いトップスを着ました。これはキャンディーズの初中お見舞い申し上げますを踊りたくて買ったシーンで買ったトップスです。これにもう一個赤いトップスを重ねていきたいと思います。はい、重ねました。こうすることでこのアキナちゃんのゴージャス感というかが増すかなということで重ねています。はい、これにまだ足していきますよ。はい、黒いジャケットを着ました。黒いジャケット着たんですけど、これだと全然アキナちゃんっぽくないので、これをですねどうにかアキナちゃんっぽく見せるために、これをジャケットをですねちょっとだけ締めて、で下に着てたトップスたちの肩紐をですねこの中に外して肩紐をこう取って、ここにね入れ込んでるんですよ。中に入れて、でこのチューブトップにしてですね、でジャケットの肩をがっつり落として、ほらこれですごいアキナちゃんっぽさが出ますでしょ。はい、でこれであとはアクセサリーをつけていきます。出来上がりました。どうでしょうか。さて黒いジャケットを着まして、がっつりこうね肩を下げて下ろしてですね着ています。そしてグローブですね、手袋をつけました。あと髪型をでっかいお団子、頭高くお団子にして、で巻いてるのは赤いネクタイです。これネクタイなんですよ。であとこのイヤリングですね。これはなんともうねちょっとねその動画撮った時からそのまま撮ってあったんだけど、いろんなのとねごったに入れてたからもうシワシワなんだけど、画用紙で作ったんですよ。これ見えます？ちょっとね近づけるとやっぱダサいからあれなんだけど、普通に赤い画用紙を切って、このスペードの形、クローバーの形に切って、で元のあるイヤリングにこうテープで貼り付けてるだけなんですよ。これを遠目で見たら分かんないかなと思って、こんな手作りのねイヤリング、ちょっと折れ目がついちゃってるんだけど、ほら動画で見たらさぽいでしょ。できました。タトゥー、アキナちゃんのタトゥーです。振り忘れちゃいましたけどこんな感じでいかがでしょうか。できました。はい、というわけでこのジャケットもさいろんなので着てる。 AKB ので着てるし、このスカートもいつも同じ黒いスカートだし、ハイヒールもね、そのタトゥーのショート動画を撮った時はハイヒール、黒いハイヒール持ってなかったから違うねヒールを履いてるんだけど、なんかハイヒール、ちゃんとしたハイヒール履いてほしかったのコメントが書いてあって、やっぱハイヒールはいるなと思って買ったんですよ。これはでもやっぱね使えますね。いろんなのに使ってます。これは結構新しめの商品ですはい、でこの手袋もねいろんなのに使ってるから、もう全部それなんだろう、本当に全部ね集めてたらキリがないからさ、やっぱりいろんな組み合わせを変えて、組み合わせ次第でいろんな衣装にもなりうるから、その組み合わせを変えて楽しんでます私は。
なのでいろんな人に驚いてもらえて、衣装も素敵ですとかって言ってもらえて、手作りではないんだけどkind of ちょっとね、工夫次第というか私のアイデアで仕上がってる衣装ですということをまたお見せできたかなと思います。というわけで今日の動画は楽しんでいただけましたでしょうか。今日の動画が良かったよという方はグッドボタンとコメントもぜひぜひよろしくお願いします。今日の動画も見ていただいてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。